左手に銀の器、どちらかだけでは倒れてしまう、誰もが持ってる二つの見えない器、金の器は喜びをたたえ、温かな色に輝く、あなたに会って恋は溢れて、金の器に入りきらない、金の喜び、銀の悲しみ、これまでのすべて捨てましょう、あなたのために、恋のためだけ、二つ器を空にしましょう。いたいた、みそのおさん。もう何してんのよ、こんなところで。早く早く。どうしてこんなことに。ずいぶん遅かったのですね。パーティーは正午からと申し上げたはずですよ。はい、いえ、いいでしょう。おかけなさい、みそのおさん。はい。でも宮様がゆうべお電話で、それなのになぜ。では少し質問をいたします。はい。ご趣味は、それにクラブはどこに入部なさいました？はい、趣味はお菓子を作ることです。それに部活はまだどこに入るか決めていません。私は華道部と乗馬クラブです。華道部？私も華道部にします。笑った。宮様が今微笑まれた。お好きな作家は？よかった。もう怒っていらっしゃらないかも。はい、星の王子様のサンテクジュベリと赤毛のアンのモンゴメリです。星の王子様ですって？赤毛のアンなんてまるで小学生ね。いけない、子供っぽいと思われた。それじゃあ佐渡なんかも好きです。まあ、マルキド佐渡？佐渡マゾの？まあ、素敵だわ。中でもどんな作品がお好きなの？佐渡です。よろしいじゃございませんの。進んでいて。これで結構よ、みそのおさん。結果は明日発表になります。ご苦労様でした。落ちたわ、私。まだわからないじゃないの。もうダメ。私ったらまともに質問に答えることもできなかったの。そんなことはないわよ。ただパーティーの時間に間に合わなかったのはまずかったわね。どうしたのよ。ソロリティが時間厳守だってこと言ったのに、あれほど。だって昨日宮様がお電話くださったの。パーティーの時間は正午から3時に変更しますって。私わからない。それなのにどうして。その電話本当なの？確かに宮様のお声だったの？ママが出たから。もしかして誰か別の人が。
絶対そうよ。そんなことするのあいつしかいない。美咲綾。どうやってそれから家に帰り着いたのか私よく覚えていないのです。本当ならその日は智子と一緒にケーキを焼いて過ごすはずの少しだけ楽しいごく普通の日曜日だったはずなのです。お兄様、こんなことってあるんでしょうか。人を陥れるために偽の電話をする人がいるなんて。それが本当だとすればとても恐ろしいことです。だってもし自分がそういう立場になった時、私がそうしてしまわない保証なんてどこにもないんですから。七子、智子さんよ、近くまで来てるんですって。もう帰ってくる頃かななんて思ってさ。偽電話。ひどいことするんだ美咲さんって。確かじゃないのよ。でも忍さんはそう思っているみたい。わかるよ、七子の悔しい気持ち。ソロリティに選ばれるなんてすごいことだもんね。女の子なら誰だって憧れる。私だって智子。でも私は最初から全然関係ないって諦めてたからさ。私だって候補生に選ばれたのさえ不思議だったんだから。そうだったのよね。そうなの。これでもう誰からも嫌味を言われなくて済むんだわ。なんだかもうすっきりしちゃった。小さい時から私たちよく飽きもせずこのブランコ乗ってるね。これからもずっと一緒よ。そう智子、クラブ何入った？当然クッキングクラブよ。私もそうする。お花いけるのなんて苦手だもん。じゃあ明日私クラブへ行って申し込み用紙もらっといてあげましょう。よろしゅう。忍さんおはよう。どうしたの？受かったのよ、受かった。メンバーズに選ばれたのよ。おめでとう。まあ、いやあね、みそのさんも一緒でしょ。何よ、まだ見てないの発表。ほら。ほんと不思議よね。候補生は19人もいたのにね。落ちた人の誰をとってもみそのおさんよりは上だと思うわ。見苦しいわね、この芋連帯。なんですって？もう一度聞きたい？芋連帯関係ない人はおどきなさいよ。どきなさいとは何よ。あなたたちこそどきなさいよ。私こんなこと絶対に許さない。宮様に直接抗議するわ。どんな汚い手を使ったの？あなたパーティーにも出なかったじゃない。あら、どうしてそれを知ってるの？言ってあげましょうか。宮様のお名前を使って偽の電話をかけたのあなただからよ。知らないわよ、そんなこと。汚い手使ったのあなたの方じゃない。それだけでソロリティ失格よ。とにかくこのままじゃ済まさないわよ。行きましょうよ、みそのさん。問題あるな、ああいう光景は。
宮様と呼ばれるプライドの高いたった一人の女性のために毎年いたいけな新入生たちの胸の中がかき回される。好きじゃないな、あんまり。ねえ、そう思わない？まあ例に言っても無駄だろうがね。ほら元気出して。昨日もうダメだって泣いてたの誰？だってソロリティ入りたかったんでしょ？でもやっぱり変。こんなことどうして私が。いいじゃない、そんなこともう決まったんだから。メンバーだってしっかりと。嬉しいわ、私たち一緒よね。トモコ待って。トモコ、やっぱり入れたのね。おめでとう。掲示板見てなかったから知らなかった。トモコ、嬉しそうだわ。わからないの。私嬉しいんだか嬉しくないんだか。これクッキングクラブの入部申込書。入るんでしょ？やっぱり華道部に入るのね。ソロリティのメンバーはみんなそうですものね。トモコ、私ソロリティに入ってもトモコの友達よ。トモコ、帰りいつものところで待ってる。トモコ。This island mostly consists of beaches and is about 3 miles long. It is not more than quarter of a mile wide. It has no tall trees, and near the eastern end there is a fort. Okay, very good. では次、Miss Misono, please. ナナコさん。はい。28ページ6行目からですよ。Near the eastern end of this small island, Lugland had built a hut and lived with an old colored man. 聞こえません。聞こえません。もっと大きな声でお願いします。あいつら。続けて、ミソノさん。And lived with an old colored man called Jupiter. Lugland was an educated man and had unusual mental powers, 聞こえません。 which greatly interested me. His chief amusement was shooting, fishing, and collecting shells 聞こ on え the ま sea. せん。聞こえません。聞こえません。聞こえません。ああ、君たち、聞こえません。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 うるさいぞ！そんなに聞こえないならこっちへ来い。私の隣ならよく聞こえるよ。ほらほら、ぐずぐずするんじゃないよ。君、あなた暴力は。カオルの君、素敵。お砂糖も卵黄も一度には混ぜないことです。いいですね、それがコツですよ。はい、それではまず卵の白身と黄身を分けます。始めてください。あらら。先生、こんな曲芸あまりにもあんまりじゃありませんか？女の子ならわけないことでもあなたにはね。それじゃまるで私が女じゃないように聞こえるじゃありませんか。それじゃまるであなたが女みたいに聞こえますよ。くそ。よ
よし、こうなったら意地だ。卵は私が。因数分解ではまず共通因数をくくり出す。これがキーポイントだね。例えば x-4 の場合を考えてみようか。まずはじめに x で作ってみる。クッキーの匂いがする。きっとナナコたちのクラスだわ。トモコ、私ソロリティに入ってもトモコの友達よ。トモコ、私ったらどうかしてた。ナナコが悪いんじゃないって分かってるのに。謝ろう。帰りにきっと許してくれるわ。種の絞り出し方は外側から円を描くようにね。2度目からは天板をよく冷ますんですよ。あら、いい手つきをしてるわね。お上手よ、みそのさん。とことん女してるんだ、みそのくんは。あなたはとことん女やめてるのね。どういたしまして。女を売り物はお得意よね。みそのさんが料理上手なのは当然のことなのよ。どうして？女売り物って？いやーね、知らなかったの？あの人のお母様はね、昔上東大の近くの飲み屋で仲居さんをなさってたのよ。仲居さん？飲み屋の？そこへお酒を飲みにいらしてたのが奥様もお子様もあったみその教授だったの。奥様もお子様もあった。つまりあの人のお母様が元の奥様たちを追い出しちゃったってわけね。すごいわね。信じられない。そういう女の人ってよくいるのよね。何するのよ、ポルノ作家の娘。黙れ、三流更新状。弁護士よ、パパは。悪徳弁護士。嘘だ。パパに子供があったなんて嘘だ。それにパパとママが知り合ったのはパパが離婚した後だったのよ。ママがそう言ってた。ママは嘘をつくような人じゃね。不当な言葉に耐えなきゃならないことも世の中にはある。あなたには分かりません。わからないさ、誰も人のことなんか分かりはしないんだ。だけどそれでも人は人のことを気にかける。ご苦労様。認めお願いします。あら、ナナコにだわ。どなたからかしら。辺見武彦。そんな、どうして、なぜ。トモコ、待っててくれるかな。みそのさん、一緒に帰ろう。ごめんなさい。トモコが待ってるの。ごめんね。ともこさんなら今見たわ。音楽室の方へ歩いて行ったけど。そう、ありがとう。ななこさんなら待ってても無駄よ。え？あなたとは一緒に帰れないって。
ソロリティメンバーはお付き合いいろいろとたくさんあるの。わかるでしょ？もう普通の生徒じゃなくなったの。これからももう一緒には帰れないって。これからも？私はただそう伝えてくれって頼まれただけ。直接聞きたいわ、7個から。どこにいるのよ今。気の利かない人ね。友達なら分かってあげれば。何がよ。ナナコさん、あなたを傷つけたくなくて私に頼んだんじゃない？傷なんかつくもんですか。バカにしないでよ。7個に伝えてさよならって。結局その日は智子と一緒には帰れませんでした。智子はやはり許してはくれなかったのでしょうか。でもそんなことは私考えたくありません。今日はダメだったけど明日があります。明日がダメなら明後日、私いつものところで待つことにします。だって私と智子ずっと今まで一緒だったんですから。それより親愛なるお兄様、母のこと、母と父と私のこと、それと父に私以外の子供がいるという話、私母に確かめねばなりません。辺見武彦がどうして7個？いつから？ただいま。おかえりなさい。ママ。はい。私ソロリティに選ばれたの。まあおめでとう。よかったね。はい、あなた宛ての小包ですよ。お兄様。日曜に見た素敵な夢があなたを見てほっぽっちゃって飛んでっちゃった。ほんの少しの負けず嫌いがあなたのため突っ張っちゃって頑張っちゃった。恋する気持ちは心に傷つける妖精たちのいたずらゲームで飛んで踊るいつも気まぐれ。マリコの企みのせいで智子は7子から去っていった。そして
ソロリティ入会の儀式の日、七子は信じられない光景を目撃し愕然となる。女王一宮富貴子がサンジュストの手にわざと剣山を落とした。次回、疑惑の棘。お兄様、涙が止まりません。